とある高速道路では事故が多発していた。見通しの良いはずの直線でなぜ事故が多いのか、それには理由があったようだ。何があったのかお分かりだろうか。この映像を投稿したサビーとその恋人の男性は深夜のドライブを楽しんでいた。進行方向には他の車もなく、少なくとも視界に障害物はなかった。しかし突然、二人の目の前に何かが現れる。彼らの車のすぐ近くに現れたのは人のようなもの。これだけを見れば高速道路に侵入してきた不審者のようにも思えるのだが、これが異常な現象だということはこの後見ていただく映像でお分かりいただけるだろう。この車には前だけでなく後方にもカメラが備わっており、この瞬間を捉えていたのだ。誰かが立っていたのであれば後方のカメラにも映っているはずだ。それでは後方のカメラ映像をご覧いただこう。あなたには見えただろうか。並べてみてみよう。そう、いるはずの不審者が後方カメラには映っていないのだ。では、この人影のようなものは一体何だったのだろうか。実は以前からこのような人影の目撃例が頻発していた場所なのだという。この高速道路では見通しがいいはずなのに事故が多発していることで有名なのだという。そのほとんどが単独事故で、中には亡くなった運転手もいたという。幸いにも無事だった運転手は口々に道路に誰かが立っていたと証言している。同様の事故が多発していること、そして同じような目撃証言があることを考えると、撮影者はかつてここで亡くなった人物が誰かを道連れにしようとしているのではないかと述べている。イギリス・ノースヨークシャー州。静かな田舎町サースクには古くから伝わる一つの呪いの椅子が存在する。その椅子の名はトーマス・バスビーの椅子。なぜこの椅子が呪いの椅子と呼ばれるに至ったのか、その物語はおよそ300年前に遡る。時は18世紀。トーマス・バスビーは地元では評判が悪く、ならず者と呼ばれていた。そんな中、村の富豪ダニエル・オーティの娘エリザベスと結婚。しかしダニエルは結婚に反対していた。ある日、バスビーとダニエルは口論となり、最終的にダニエルを亡き者にした。その後、バスビーは逮捕され、絞首刑となったが、最後に彼は
ある呪いの言葉を残す。誰にもこの椅子に座らせるな。その椅子こそ彼がよく通っていた酒場の椅子だ。その呪いは時代が進むにつれ次々と現実となっていく。ある日、パブの清掃員が誤ってその椅子に腰を下ろした。数時間後、彼は交通事故に遭いこの世を去った。第二次世界大戦中、カナダ人空軍兵が仲間と共にこの椅子に座った。その夜、彼は出撃し帰らぬ人となった。1970年代、酒場の屋根の修理に訪れた作業員が休憩中に椅子に座った。作業再開後、彼は足場から転落し命を落とした。相次ぐ不審死に酒場はこの椅子を博物館へと移す。しかし展示直後から異変が起こり始める。夜中に誰もいない展示室から椅子のきしむ音。監視カメラには誰も触れていないはずの椅子がわずかに揺れる映像。さらには職員が階段から転落し重傷を負うという事故まで。噂が噂を呼び、バスビーの椅子は本物の呪物であると信じられていく。ある日、一人の若者が博物館を訪れこう言った。一度でいいから座ってみたい。博物館の職員は呪いについて説明し断念するように説得したものの、結局彼はバスビーの椅子に座ってしまう。彼はその後すぐに雷に打たれ亡くなった。現在、この椅子は博物館の壁に吊るされ誰も触れることはできない。それは人が座れないようにするための最後の対策だった。偶然か、それとも本物の呪いか。300年にわたり語り継がれる死の連鎖。トーマス・バスビーの椅子。その謎が今も多くの人々を引きつけてやまない。仕事が終わり、自宅に帰った男性。一人暮らしのはずなのにおかしなことが起こっていた。玄関のドアへと近づいた男性。異変が起こっていることにすぐに気づいた。Estaba por entrar a mi casa y yo lo veo claro. Hay alguien mirándome. なんと家の中からこちらをうかがう顔のようなものが見えていたのだ。それはまるで家主を挑発するかのようにじっとこちらを見ていた。No sé si se ve bien en la cámara, pero lo estoy viendo. Mostrate más. しかし次の瞬間、 Le hice el zoom. Vení, mostrate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fíjense que de acá no puede salir nadie. Voy a cerrar bien la puerta acá. De acá no puede salir nadie. Está la puerta acá, está el baño. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No veo nada. ¿Qué quieres? 先ほどの人物は
部屋のどこにも見当たらなかった。見えたものは決して気のせいではない。誰もいないはずの場所に確かに誰かがいたのだ。一人暮らしのあなた、帰るその家は本当に誰もいないと言い切れますか？TikTok ユーザーのメロディーはある日、知らない番号からの着信履歴に気づいた。この一本の電話はさらなる恐怖への始まりだった。彼女は非通知の電話がかかっていたことに気づき、不在着信の録音を聞いてみたのだが、I'm gonna play for you what is in the voicemail. I don't know who it is. It's hard to hear, so I want to see if it gives me cap. Anyway, listen.「聞こえてきたのは要領を得ない男性の声だった。何の意味なのか全くわからない彼女はただ困惑するだけだった。その後、さらにおかしなことが起こる。買い物に出かけた後、車で家に帰ろうとした時のことだった。彼女の車の窓に書き置きが挟まれていたのだ。それにはこう書かれていた。お前は無視するべきではなかった。さすがに動揺を隠せない彼女。先日の留守番電話と関係があることは明白だった。これはその数日後、自分の誕生日に生配信を行った時の映像だ。友人から花束をもらったことを感謝する内容だったのだが、視聴者から思わぬ指摘を受けることになる。あなたの後ろに何かがいます。背が高いようです。映像を見ても特に何もないように見えるのだが、手に持った花を置いた瞬間、それは映っていた。普通に見ただけでは非常に分かりにくいのだが、映像の明るさを上げてみると、彼女をじっと見つめる人の顔。動画の中で後ろの様子がわかるのは2回。1度目は変わった様子はない。この映像は瞬く間に拡散され、大きな話題となった。ほどなくして彼女は常に誰かに見られているような感覚や、身の回りでおかしな現象が起こり始めた。一本の電話から始まったこの不可思議な現象。電話の主は彼女に何をして欲しかったのか。彼女に忍び寄るこの人物、果たして何者なのだろうか。
この男性の部屋で起こっていることは誰にも説明ができない。現象の原因は不明。だが確かなのは、ここでは人の理屈が一切通用しないということ。The building manager did warn me that there would be electromagnetic disturbances in this apartment due to construction upstairs, but what are they constructing? A particle accelerator? Look at this. 彼は何に憤っているのか、ご覧いただこう。That's not normal. I guess it wants to be. Okay, I guess it wants to be up there now. Oh. There goes the table. And the plant. 天井に吸い寄せられるように張り付く椅子やテーブル。重力が狂ったのか、それともこの部屋そのものが何かに支配されているのか。この現象はこれだけでは収まらない。この部屋のありとあらゆるものが宙に浮き始めたのだ。Harry Potter, there's no magic doing this. Oh, now the couch is starting to levitate a bit. Oh, and the piano. That piano's 200 pounds. I don't even know how this is possible, but there's got to be some explanation for this. I mean, it's not Harry Potter. There's no magic doing this. Honestly, it's pretty cool. Not gonna lie. I've never seen this happen before. Let's check the bathroom. There's not much going on in there. Now, let me just go talk to the landlord real quick. I have some complaints. That's not normal. 重力に逆らって大型家具が浮き上がる現象は現代物理学では説明がつかない。これは科学がまだ答えを持っていない現象なのかもしれない。カナダ・ハミルトンに住むメラニー一家に起こった出来事だ。自宅のベビーモニターに奇妙なものが映り込んだ。そこにははっきりと何かが存在していた。ベビーベッドの奥から子供を覗く顔がある。家族はこれ以外にも数々の怪奇現象を体験している。現在は2人の子供の両親だが、2番目の子供は流産だったという。その直後から自宅で奇妙なことが起こるようになった。長男のおもちゃが突然発火する。ラップ音やコップが勝手に落ちるなどの現象が相次いだ。さらに今回撮影されたのがこの何かだ。
ある夜、撮影者は部屋の入り口から視線を感じた。不穏な空気を感じ、カメラを回したのだが、そこにはとんでもないものがいたのだ。隣の部屋から白く小さい何かが見えている。指のようにも見えるそれは、今にもこちらへ向かってきそうだ。撮影者に緊張が走る。そして現れたのはかわいいニャンだった。闇の奥から現れた人間とは似ても似つかない生物。男性はその生物を撫でて一安心したという。